皆さんこんにちは、ひがです。萌えです。お願いします。はい、今回のテーマはですね、マシンに当ててボールを飛ばす。マシンってなんだろうマシン、ゴルフクラブでいうスイートスポットとか言ったりするんですけど、じゃあ萌えが思うマシンはどこですか？ど真ん中。世界そうですね、最近のクラブってスイートスポットは広く作られているので、ど真ん中この辺どっちかというとトゥーよりこの先端部分のことトゥーって言ったりするんですけど、あとここがヒールって言ったりするんですけど、トゥーよりの方が飛ぶって言われてますね。あ、そうなんだ。そう、ちょっとこの先の方、先すぎたら飛ばないんですけど、真ん中よりも少しトゥーよりの方が飛距離にはいいって言われてます。なのでマシンに当てる練習を皆さんしていこうかなと思いますので、やっていきましょう。はい、お願いします。早速打っていきますが、私が最初3種類トゥー、ヒール、真ん中で打ってどれぐらい距離が変わるんだよっていうのを皆さんにお伝えしていきますので、やっていきます。お願いします。はい、じゃあ萌えさん、私はどこから打っていいんですか？決めちゃって。じゃあトゥーからで。トゥーから。はい。お任せあれですよ。うわ、気持ち悪い振ってて。トゥー打ったんで、じゃあ次、ヒール行こうかな。ヒール行きましょう。はい、これヒール。うわ、飛んでない。じゃあマシンで。最後マシン。一番難しいよ。いきます。はい。ということでデータを比較してみましょう。じゃあ2のデータをちょっと皆さんにお伝えしていくんですが、だいぶこれで大げさに私やらせていただいてるんですけど、2に当たった位置があそこですね、オレンジく光ってるところで、キャリーが204、トータル230、クラブスピード、ヘッドスピードが 39.6 ですね。じゃあ次ヒールだとオレンジ根っこの部分に当たってて、キャリーが193、トータルが212。ヒールは全然飛ばないんだね。ヒールはね、本当に飛ばないです。当たった感触もあんまり気持ちよくないし、でも音はね、高い音はカキンってするから、なんか割といい音したって思う方が多いかも。で、芯で打った時、キャリーが217、トータル241。やっぱ飛びますね。飛びますね。芯食えば。ヘッドスピード 39.7 っていう感じなので、ボールスピードが 56.9 から 59.1 まで初速が上がってくれてるので、トータル自体もしっかり飛んでくれるかなと思います。でもこうやってデータで見るとさ、やっぱりちゃんと打たなきゃなって思うよね。皆さんも見てて思うと思うんだけど、こんだけデータで見てると当て方一つ、ボール1個違うぐらいじゃん。ボール1個も違わないよね。トゥーかヒールかなんてね、この何センチかの違いで距離が20ヤードもね変わるんだったら、やっぱやった方がいいですよ。そうですね。なぜヒールに当たるのか、なぜトゥーに当たるのかっていうのを説明していきますね。まず普通の人、一般はヒールに当たる人が多いと思います。8割9割ヒールなんじゃないかなって思うぐらいレッスンしててもヒールに当たることが多い。じゃあヒールに当たる人が普通の人っていうそう、あんまりこう癖なく、通常通り振ったらヒールに当たるんだろうなみたいな人っていうのはヒールに当たると思います。じゃあその原因なんですけど、クラブってゴルフクラブ自体がそもそもなんか芯が構造上ね、ここを持ってるところに芯がないじゃないですか。ないですね、ここからちょっと横っていうのかな、ずれたところにあるわけなんで、なんか野球とかはさ棒だからさ、ここら辺が芯とか言うじゃん。だけどゴルフはここの延長線じゃなくてやっぱここにあるわけですよ。
なんでここでボールを捉えようとする人とか、無意識だと思うんだけど、感覚的にここで打とうという人はいないと思うんだけど、やっぱり意識的にこの持ってる部分の延長線でこう球を捉えようとするとやっぱヒールに当たるから、本当に無意識に手が前に出やすくなったりとかはすると思います。なんでちゃんとクラブを理解した上で、この横にあるのを理解した上で、この通るところ、ここ持ってる部分の延長線はボールよりも下を通るわけですよ。この芯が真ん中だとしたら、このクラブを持ってる延長線ってここね、ここはボールの真ん中じゃなくて下を通るので、これを理解しておかないと皆さんだんだんこうヒールになってくるっていうのをまずは1個ですね。あとはアドレスの距離感のつかみ方なんですけど、アイアンは芯に当たるのにドライバーは芯に当たらない人って割といて、アイアンはちゃんと真ん中で気持ちよく打てるのにドライバーはなんとなくこうヒールで打って飛ばないみたいな人って結構いるんですけど、それはボールとの距離感の取り方っていうのが一つあるんですね。ドライバーはティーアップされてますよね。じゃあドライバーはアッパーブローかダウンブローか。アッパーブローです。そうですよね。ってことは構えの距離感を地面につけて距離を取る人。私それの人はヒールに当たりやすいです。なんでかって言いますとですね、地面にクラブをつけて、この芯に最初構えるじゃん。構えてボールとの距離感取って、でもアッパーに打つんだよね。アッパーってなってくると、じゃあクラブは浮くわけですよ。そしたらどこですかこれ。どこですかこれ。真ん中に構えたのに、アッパーに打つし地面叩かないクラブなんでこう上に上がるわけですよ、ヘッドっていうのはね、打つ瞬間。そしたらもうヒールに当たるしかないわけですよ。これでボールとの距離感をつけて構えて、上がるとヒールに来る。こういう状態なんで、ボールとの距離感の取り方っていうのは、ドライバーはちょっと浮かせて地面に触れないところでボールとの距離感を掴んであげる。で地面につけたらやっぱちょっとトゥー寄りに来るぐらい。上げて芯、下げてトゥー。ここで合わせるかここで合わせるかでは絶対全然違うので、何センチかですけどね。でもこの何センチかで当たるところは絶対変わってくるので、構える時に浮かせて構えるように距離感を取るように、で別にここからつけるならつけてもいいし、上げるなら上げたまま。一番最初の時はちゃんと浮かして合わせた方がいいよって。合わせた方がいいですね、ここでね。でつけるならつけるし、上げたまんま打てるなら上げたまんま打っていいと思うので、とにかくつけて距離感を取らないように気をつけてください。こうした方がいいよっていう2つのポイントあったじゃん。それやったらマシンに当たってくる。当たってくると思いますよ、大体の方は。アドレスが間違っている方は。でもこのアドレスちゃんとできてるのに芯に当たらないとかヒールに当たってしまうという方は、スイング軌道の問題もあると思うんですけど、インサイドから来る人、インから強くインサイドから来る人っていうのはどっちかというとトゥーに当たりやすいです。トゥーっていうのは先ね。で逆にアウトサイド、外側から体の外から降りてくる人っていうのはヒールに当たりやすいので、もちろんスイングの原因もあると思うんですけど、まずは自分のアドレスの距離感の取り方っていうのを変えてみて、それでも芯に当たらないっていう方はこのスイング軌道を見直した方がいいと思いますね。さっきヒールの当たる原因をお伝えしたんですが、たまにやっぱトゥーに当たる方もいらっしゃるので、トゥーに当たりすぎてる人の原因なんですけど、アドレスの距離感がそもそも遠すぎるっていうのが一つ。これは遠すぎても近すぎても良くないので、自分の適正の距離感っていうのを見つけてあげてください。さらにスイングで言うと、バックスイング上げてインパクトの時に伸び上がる人、今状態が起き上がったの分かりますよね。分かります。これの状態ですね。こうすることによってボールに届かせようとするので、手首がパーンとこうほどけてしまうというのかな。で手元が前に出ながらこうリリースというかこう当てに行く
右手のここの角度がなくなってしまう方っていうのは、2に当たりやすいので、絶対この構えた時のアドレスの前傾角ですね、ここは変わらないようにインパクトしていかないと、起き上がったら届かないから絶対こう伸びるんでね、手っていうのはね。そうすると2に当たりやすくなります、でもスイング見てて、お客さんとかの2に当たる人っていうのはだいたい手元がパーンって浮いてが多いですね、こうなってる方が、これが原因ですので、ここの前傾角は変えないように、ちょっとお腹に力入れてあげてインパクトをしてあげれると、芯に当たりやすくなります、練習するとしたらフルスイングでやっぱ練習するのってなかなか最初は難しいので、ゆったりフルスイングはしない、足幅もちょっといつもよりちっちゃくして、ちょっとちっちゃめにして、ゆったりこれぐらいのスイングでいいので、まずは芯に当たる感覚をつかむ。なんか割とヒールに当たっていい音したと思って芯だと思い込んでる人で割といると思うので、トラックマンあったらそういうことはないと思うんですけど、こう練習場とかでなんか音だけ聞いてやってる人って割とヒールに当たってる音なのに芯に当たったと思ってる方いるから、このあるじゃないですか、貼るやつ、インパクトなんとかみたいな、そうなんか貼って当たったところが見れるやつとか、貼ってちゃんと芯の音を聞いてあげる、まずは芯の音を知る、トラックマンでやってもいいと思うんですが、そういうのをやってあげれるといいかなと思いますので、でゆったり最初は5割ぐらいでいいです。割と難しいですよ。5割ぐらいでスイング幅を最初3クォーターからやっていいと思うんだけど、3クォーターからゆったり振って当たってきたら、5割でフルショットの形にしてあげるといいかなと思いますので、というところです。ということで、ちょっとじゃあ萌えも芯に打てるかやってみましょうか。普通に打ってみて、まずはどこに当たってるかで。確かにいつものスイングでどこに当たってるのか、よいしょー。おお、ちょっと上寄りだけど、多分ほぼほぼ芯のラインだよね。この場合私はどうすればいいんでしょう。でもこれもボールとの距離感浮かせて構えてみて、浮かせてボールと距離感取って、つけるならポンってつけて打ってもいいから。取りに来たね。ナイス。それでは、萌えのデータを、見比べていきたいんですが、これが今出てるのが萌えが通常通りいつも通り打った時ですね。当たってる位置は、ラインとしてはほぼほぼ芯のラインですが、ちょっとヒールよりちょっと若干上すぎるっていうのもあるんでね。でこれで今キャリーが155のトータル164、ヘッドスピードが 35.3 ですね。じゃあ次、これアドレスちょっと気をつけてもらった時の萌えの数値がキャリー167のトータル184、クラブスピードは 34.5 に落ちてるんだけど、距離自体は伸びてるので、10ヤードぐらい伸びたかな、キャリーで。そしてラン含めたら20ヤードぐらい伸びてるのか。おお、すごい。もうこれは当たった位置のこのね、上すぎて最初のやつはスピン量が増えてるんでトータルは参考にならないんですが、キャリーで見てもらえるとだいたい10ヤードぐらい、15前後ぐらい伸びてるかなっていう感じです。アドレスのね距離感変えるだけで10ヤード伸びるって考えたら、ちょっとやってみようかなと皆さん思うと思うので、ちょっとやってみてください。お疲れ様です。お疲れ様です。e スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。
私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。